いこんにちは、MD ジャックです。愛です。耳の妖精ミミです。はい、今回はトゥルースイヤーのハイブリッドモデルヘキサです。これは発売から結構経っているんですね。そうなんだよ。動画制作の途中で入院しつっていろいろスケジュールが狂っちゃって、最近ようやく落ち着いてきたんで、ニューモデルじゃなくても制作しておこうと思って。制作ペース上がってるみたいだね。大丈夫？体力がようやく回復してきたようで集中できるようになってきたからね。それは良い傾向ですね。ヘキサってざっくりどんなモデルなの？できるだけ短めにお願いね。そうだな、2022年に結構話題になったと思う。バランスが良く、淡白でモニターライクな質感が特徴のミドルクラスモデルって感じかな。そうなんだ。ミドルクラスということは価格も相応ってことね。1年前も今もあんまり価格変化はないみたいで12,000円台だね。私は去年のセールで買ったから8,000円台で買えたんでラッキーだった。ほう、それはお得。同梱品はご覧の通り、ロゴの入ったケース、メモリーフォームタイプと開口部の口径違いのイヤーチップが2種。パッケージの子が可愛いんで愛が嫉妬しそう。別にしないわよ。外観はシンプルでちょっと無機的な感じ。モデル名のヘキサの通り角が6個ね。 CNC 陽極酸化サンドブラストメタルフェイスプレートっていうのを使ってるそうよ。何それ？早口言葉？アルミニウムの表面を保護するために行われる表面処理のことよ。工業的に使用されるアルミ製品のほとんどに使用されているらしく、薄い酸化皮膜を作ることでアルミを腐食から守ってるんだって。あとは上に記載の通りよ。へえ、なんか機能的なのね。重さが片側実測 5g と 3BA でも軽め。フェイスプレートがアルミだからってのもあるよね。そうね、厚みは標準的。ステム先端がちょっと太めで返しがついてないんで、装着できるイヤーチップは少し毛が細めのものを選ばないと抜けちゃうわね。なんかびっくりした顔の子みたいだね。ああ、一度そう見えるとそうにしか見えない呪いにかかってしまったようだが。次はドライバーね。低域に割り振られたダイナミックドライバーは 10mm LCP 液晶ドーム振動板。これは 2DD のトゥルースイヤー0の 10mm のドライバーと同じようだね。バンドルケーブルだと少し低域に物足りなさを感じたかな。次は BA。 中域は複合全周波数 BA で結構幅広い帯域をカバーしてそう。広域はカスタム BA だけど上に記載の通り通常の BA より広い周波数帯をカバーできるものを使用してる。全帯域の中での BA の割り振りは広めでレオトも相応に感じた。そして各ドライバーからの出力がサウンドガイドチューブを通って耳に届くわけですね。出口はびっくり顔の子ね。ああ、もうびっくり顔の子の呪いが解けないよ。ではここからは波形中心で、まずはバンドルイヤーチップの比較から。ホワイト2種は 10kg 付近から上で変化が見られます。メモリーフォームタイプは変化幅が大きいですね。次はよく測定しているタイプです。本体へのフィット感と出音のバランスで今回はセトナイヤーフィットライトを選びました。サウンドチェックとその後のリスニングに使用しています。装着だけで言えば角笛も良かったです。次は他モデルとの比較。ジャックさん、どうして比較にソナスと BA4 を選んだの？ドライバー構成と同価格帯で絞ると手持ちではヒットするものがなかったんで、同価格帯で割と最近のモデルっていう縛りでピックアップしたよ。まずサウンドチェックで違いを聞いてみようか。そうね、そうしよう。音質調整はヘキサを基準にしてるんだよね。そう、ケーブルもヘキサバンドル品ね。OK、じゃあサウンドチェックいくよ。音量上がるから気をつけて。Going on, baby, we take it down. Oh, oh, let's spice it up, baby, right here and now. Hey, nothing could be better. So high up in the clouds, let's make it last forever. Can't nothing bring us down. From rolling
明るさがよくわかりました。そうだね、ソナスとの違いははっきりしてた。音質調整の基準をヘキサからの差分で表現してるから明るさがちょっと派手めだけど、実機ではもっと滑らかだよ。 TA4 はちょっとおとなしい感じだったけど、低域も中高域も控えめだからかな。そうだろうね。 TA4 実機単体で見ると中高域がちょっと沈む分、ボーカル曲だとこの3本の中では不利かな。全体のバランスは悪くないと思うけどね。比較前はこの3本結構似てるんじゃないかと思ったんだけど、そうでもなかったわ。じゃあヘキサを聞いた印象を教えて。各帯域個別に印象を話そうと思ったけど、基本的にバランスはいいんで、今回意識したポイントをソナスとの比較を交えて話すことにするよ。まず中高域の明るさの違いはこことここの違いから来るものだと思って、ソナスと同じ特性になるようにヘキサに EQ をかけて試してみた。すると確かに明るさは増したけど、なんか窮屈な感じになったのね。特性シミュレーションの前から聞いてて広がりは少ないよなーって思ってて、それがソナスと特性を同じにした時にはっきり出た感じ。曲中の残響成分があまり伝わってこないみたいといえば伝わるかな。それってさ、びっくり顔の子が関係してるんじゃないの？またそれ言ってる。呪いが解けないよ。音の出口とサウンドガイドチューブのことね。きっとそうなんだと思う。ソナスでは明るく拡散された中高域が気持ちいいのに、シミュレーションしたヘキサにはそれがない。なので BA からのダイレクト音がしっかり耳に届いているのかなと推測。じゃあヘキサは印象良くないの？いや、聞き込んでいくといいと思ったよ。バランス良くて大きな曲調を上げづらくてちょっと面白みのない音なんだけど、リファレンスモデルにしたいなぁと思ったわ。リスニングにはあまり味付けのないモデルが1本はあった方がいいと思うのね。でも音楽制作のモニター専用というほどでもないかな。明るくて分かりやすい質感ならソナスを選べばいいと思う。広がりもあって聞きやすい。ただヘキサと交互に聞き比べていくと、ヘキサの方がボーカルがマイルドで、それを取り巻くバックのサウンドも優しく感じられるようになった。今自分の耳はソナスと比較してややマイルドで残響成分少なめなヘキサがリファレンスモデルにいいなーって思ってるとこ。そうなんですね。愛はソナス買ったばかりだからソナスに愛着あります。いいと思うよ。ヘキサの印象はあくまで個人の感想なんだから、空間が広いモデルが好きという人にはおすすめできませんが、今お話ししたような特性のモデルをお探しの人にはおすすめです。と言っても発売から結構時間が経ってるんでしたね。気になってる人はもう買ってますね、きっと。ということでトゥルースイヤーの 1DD プラス 3BA モデルヘキサのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。